今回は変数の使用について紹介します。変数は、オブジェクトのプロパティを設定するために使用することができます。変数を利用するには、このアイコンをクリックします。この画面で、変数の初期設定を行います。例えば、名前に VA と入力します。タイプは、プロパティの種類によって選択を行いますが、今回はこのままのタイプレンクスで設定を行います。そして、値は初期値を入力します。例えば、10と入力しておきましょう。またツールチップは、説明にあたる部分です。これで OK すると、この変数が設定されました。モデルビューには、変数セット var セットが追加されています。これを選択すると変数の内容が下のリストに表示されます。それでは、この変数セットをダブルクリックして、さらに変数を追加していきましょう。今回は VB を追加します。続けて、変数 VC、VD も追加していきましょう。変数を続けて入力したい場合は、さらに追加オプションをチェックを入れておきます。変数をセットすると、このように VARSET のリストとして表示されます。また、このリストで変数の値を修正することができます。この変数を使用する例を示します。例えば、こちらの立方体を選択します。こちらのレインジズのプロパティを選択して、こちらの FX ボタンをクリックします。すると、このような画面が出ますので、キーボードより V の文字を入力します。すると下に候補が出てきますので、バセット選択すると変数候補が表示されます。そこで VA を選択します。すると、枠内に変数 VA が入力されます。これで OK を押し確定を行います。それでは、width、height も同様に変数を設定してみましょう。width には変数 VB を、height には変数 VC をセットしました。変数をセットすると、入力した変数の値に従って、立方体の形状が変化します。このように、オブジェクトのプロパティに変数を用いると、元の変数の値を修正すると、このオブジェクトの形状も更新されます。それでは、立方体001と立方体002にも変数を設定してみましょう。このように、3つの立方体に同じ変数を当てはめると、形状を統一することができます。また、変数の設定値を変更すると、瞬時に同じ形状に整えることができます。また、変数の利用では数式を用いることができます。例えば、こちらの立方体001のプロパティを数式を利用して入力してみましょう。こちらのレンクスプロパティを選択したとき、FX のマークが表示されます。これをクリックすると数式を入力することができます。こちらにスラッシュ2と入力すると、割る2という意味になります。すると、枠の上に結果として 5mm と表示されていることを確認して OK を押してください。これで数式入力が完成します。すると、このようにレンクスが2分の1の図形が表示されます。同様に width、height についても2分の1を表示するように数式を入力してみましょう。それでは次に立方体002にも別の数式を入力してみましょう。こちらの数式では足し算を行ってみます。プラス10と入れましたが、結果はうまく表示できていません。この場合は、単位をミリメートルと入力します。入力したら、別の項目を選ぶと値が表示されます。同様に残りの2つの項目も足し算を行ってみましょう。このように、変数と数式を組み合わせることによって、
効率的な部品の管理を行うことができます。